こんにちは。こんにちは。たかこです。ゆうやです。私たちは車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。はい、夫婦でございます。はい、今回は、はい、私たちが日本一周中に持ってきているキャンプ道具の紹介をしたいと思います。はい、初めてじゃない？そうだね、こういうのやるの。前車内紹介の動画でどういうものを積んできてるかっていうのは、その時説明したんですけど、その時はね、キャンプギアを詳しくっていうのはしなかったから、あくまで車の紹介だったからね、あれはね。今回はキャンプギアを中心にそうです見せていきたいと思います。はい、なので前回とね合わせて見ていただけると、もっと分かりやすいかなと思います。私たちが他のキャンパーさんと違うところは、日本一周中っていうのもあって、車の積載が限られているっていうところで、ギアはよりコンパクトとか、使い道がいろいろ何種類かあるとか、そういうのにこだわってものをかなり激戦して持ってきているので、そこのあたりに注目してみてもらえたらいいかなと思います。はい、泣く泣く置いてきたキャンプ道具たちも、いっぱいあるんでね。ということで長く喋ってもあれなんで、暑いしちょっとドロドロだから、はい、でじゃあ今から紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。私たちがキャンプギアを積んでるのはここです。ここに、ゴードンミラーの70リットルのコンテナを2つ積んでいます。はい。で、ここに入ってるのは、キャンプだけでしか使わないもの。で、キャンプも使うし、車中泊でも使うしっていうものは、車内に入ってます。そうだね。そういう分け方ですね。はい。物を全部出しました。はい。初めてじゃない？大変だった。意外とやっぱ細々したものが多いね。そうね。普通の車内生活兼用のものもあるけどね。これ今ここに出してるのは全部車内の中に収納してたやつね。このコンテナを開けていきます。お願い。よいしょ。はい。はい。こっちも。こっちも。はい。はい。こんな感じ。こんな感じ。結構ぎっしり詰まってるね。ざっと何が入ってるの？こっちには。うちにはテントで寝る時のマットと椅子と、あと下は何だろうな。なんか小座ちょっとちっちゃいタープとか、ナタとか、あとなんだろう。タープのポールか。シュノーケル入ってる。シュノーケル。まあそんな感じ。後でもちゃんとやるけど。で、ここは焚き火台と、もうほとんどテントでここを閉めてる。ここもテント入れたらいっぱいになってる。だって見てよ。ほら。よいしょ。ほら。もうこれとグランドシートしか入ってないから。もうほぼテントこれは。はい。ざっと道具一旦出してみたんですけど、このまま喋ってもあれなんで、一旦テント立てて椅子とか出してからゆっくり説明したいと思います。そうだね。しましょうか。じゃあ設営しましょう。はい。じゃあ下通して。これ僕たちのペグケース。こういうやつ。これどこのだったっけな？遊びとのやつ。はい。設営が終わって今道具を並べました。はい、お疲れ様でした。はい、今から紹介していきます。じゃあまず早速やっぱキャンパーの人ってテント何使ってるのって気になるかな。私たちはこの DOD さんのかまぼこテント 3S を日本一周のテントに選びました。買ったんだよね、この旅のためにね。そう、旅のために買った。もともとは違うテント使ってたんですけど、ツールームのタイプが私たちの旅には合ってるんじゃないかと思ってこれを買いました。なんでかというとタープを持っていきたくなかったから。大きいタープあったんだけどもう積載が限られてるっていうので、一応ちっちゃいタープ持ってきてはいるんだけど、基本的にタープ使いたくないなっていうのでタープの代わりになるみたいな
これここもさ、全部さ、こっちも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 さ、開き放てるじゃんこれ、ツールームで。ね、リビングで使うんでこっちでいろいろこうやって並べてご飯食べたり、こっちで寝るっていう考えた時にまあねどれくらいサイズ必要かなっていうのをめっちゃ吟味して、あと高さとかね、っていう風に考えてたらかまぼこテントの S で僕ら全然いけるねっていう判断したんで、S を持ってきました。まああとはこのゴードンミラーのコンテナ、これを使うことは決めてたんで、このコンテナに入るサイズっていうのがもう絶対条件だったんで、ぴったりというかね、ギリ入ったよね。そうだからそういうのを考えたらもうこれになりました、今回は。だし、まあこう旅が終わってもこのタイプだったら長く使えそうかなって思ったし、ファミリーで使えるしね、こんな感じ。はい。まあ、パッと見た感じ広いっていうのもそうだけど、ここもまたさメッシュが多いんだよね。そうそう、開けれるとこ多いからこんぐらい、はい、4人ぐらい寝れんのかな。ああいう小物入れもねあると便利。広いね。2人ではさ十分すぎるほどだよね、ここの広さは。も頭当たんない？高子は。私ちょうど当たんないね。いいじゃん。155ぐらい。じゃあなんか広げてみました、全部です、ちょっと映りきってないのがこの辺にあるけどね、一応全部です。まあ私たちが、これっていうのをピックアップして、ちょっと話していく感じにしようかな。そうだね、持ってきてよかったやつとかをね、じゃあまあ椅子からいきましょうか、これがやくんロゴスの椅子。これはねロゴスのやつで、これさ大きいけんいいとよね。そうなのよ。これちょっとね見てもらったら分かるけどサイズがでかくて、ちっちゃいのがね俺はあまり好きじゃなくて、狭いから。ただもうねずっと使ってるからこうやって穴が開いてて、そうただねここ買えないんだよね。そう、この布だけ買えますかって言ったんだけどね、買えませんってなって、椅子は消耗品なんでって言われたんだけど、そういう予備の部品がないらしくて買い替えもできないんで、ここだけ破れて使ってる。できるだけ広がらないように。これはね俺の椅子、これは私の椅子、これはフィールドアの椅子なんだけど、もう一番最初私が5年ぐらい前かな、ハマるかわかんないけど始めようかなって時に、でも椅子ってどうしてもやっぱいるじゃん、ってなった時に、その当時もなんか結構ヘリノックスの軽いちっちゃいっていうのが流行ってて、あれ欲しいなって思ったんだけど、ちょっと手出せないってなってヘリノックス類似品って検索して出てきたやつ、安いやつ。はい、だからこれねキャンプサイトに全然似合わないんだよね、赤色が。赤って感じだからさでも壊れないのよ、買い替えるのもねと思ってこれ使ってます。だから壊れない限り使うと思います。だからこうやって見てもらったら分かると思うんですけど、僕らね統一感ないんですよ、ブランドとかそういうの。っていうのも僕がもともと持ってるキャンプ道具とか自分のソロで行く道具で、高子が自分で買ったやつ、で、付き合ったり結婚してから一緒に買ったやつとかが全部混じっちゃってるんで、ね、全然その辺がバラバラ、だしわざわざ持ってるのを買い替えるのも、そう前提としてはね、もうできるだけ持ってるのを使って選んで持っていきましょうっていう。ただテントはねその他に3つ持ってるって言ったけど、どうしてもバンライフに合うのがなかったんで、これを買ったっていうだけで、これはねちょっと買っちゃったけど、だからちょい沼カーミットチェアみたいなのも1個持ってるんだけど、それはさすがに積載できないんで、やっぱねこの大きさっていうのはね、あれ写真あったらこの辺に今入れときますあれめっちゃ可愛いもんな、自分たちで作ったやつ。色染めたもんね。染めたもん、布も初めて布染めたけど。そうなのよ。でこれが椅子、はいです。で椅子いったんで次机かな。これなんかめっちゃおしゃれよね。そうなんだよ、木目でちゃんとニスも塗ってあって、なんかちゃんと角取りもしてあって、これなんだろうこれ。どこのブランドやろうね。なんかね宿り木っていうブランドですよこれ。の天才テーブル、私たちが車内で使ってるテーブルをキャンプにも使ってますです。そのまま転用してます、っていうのもモンベルのテーブルを持ってるんだけど、お気に入りのテーブルがあったんだけど、やっぱもう積み込みがね限られてるので、僕たちはそれは諦めて最初からこういう風に使う想定で車内も作ったんで、これはもう本当に天才だと思う。本当に天才だよね、そういった意味でもです。はい、お気に入り。で次やっぱキャンプと言ったら寝袋でしょ。ナンガの2人ともオーロラライトダウン、で俺が600かな、でタカちゃんが750かな、はい
っていう風にしてます。私は暑がりなんでそんなに低いのいらないということで。で、コンフォート温度が600でも確か0度とか1度とかそれぐらいだったはず。まあマイナスにもいけるし、で、僕らが持ってるキャンプギアで一番高いんじゃないかな。確かに。寝で、さ袋が。っきさ、なんかできるだけ自分たちの持ってるのからっていう話しちゃったところであれなんだけど、これもね、買ったんだよね。買いました。バンライフ用に。まあ、もともと、その使ってた寝袋が結構もうペラペラでずっと長年使ってる。はい。はい、どうぞ。俺、それはさ、話していいエピソードを。いいよ。僕、20歳ぐらい、20歳からか。20歳から東京に住んでた時期があるんですけど、防災グッズみたいなのもらったのよ、上京するときに。その時に寝袋が入ってたの。あ、それなんだね。そう、コールマンのね、まあペラペラなやつが入って、毎日それで寝てたのよ、東京の頃。家なのに。で、戻ってきてからもそれをずっとだから、もう何年もその寝袋は使ってて。じゃあ結構思い入れがあるんだね。そう。っていう思い出がある寝袋だったんだけど、やっぱバンライフはちょっと無理だということで。私も本当家にあったお母さんが買ってた防災グッズみたいな寝袋があったから、もうキャンプ始めるってなった時に、あ、じゃあそれが使えるって思って、私は多分ロゴスだったかな。結構お手頃なやつをずっと使ってて。封筒型のね。そう。やっぱりね、バンライフ行くってなった時に寒い時期もあるだろうし、ちょっとこれだけじゃ耐えられないよねってなって、あとでかかったんだよね。めっちゃでかかったんだよ。そんなにさ、羽入ってないのにさ、結構かなり分厚かった。まあダウンじゃないからあれ。河川ってやつ。だったからやっぱずっとね、まあ憧れはあったし、信頼のブランドでしょ。だからもう楽天ポイントをために貯めてて、めっちゃ悩んだ。でも寝袋はどれ買うか、もうめっちゃくちゃ悩んで、もういろいろ調べまくって検討して、まあ結局さっき言った僕は600、でタカちゃんが750にしました。次、そしたら次はこれです。はい。東京キャンプの焚き火台です。焚き火台家に4台あったけど、ちょっと待って。めっちゃ買ってるな、そう言うと。これに関してはコンパクトさで選んだ。だって A4 ぐらいじゃん。そうだよ。とにかくちっちゃい。まあこれはだからソロ用なんですけど、まあ今回はこれをお供にしました。はい。で次、これエアマットです。これね、2つ連結もできて、だから結構ね、ダブルベッドぐらいのサイズで寝れたりするし、全然余裕だよ。ほら、書いてある。200×63 だから。本当だ。余裕。5センチの厚さがある。そう。っていうやつです。はい。うちはそんな、あ、これがあった。DD かな。はい。これ、ひやくんが私の誕生日だったっけ？そうだね。誕生日にプレゼントしてくれた DD のハンモック。こっちはそんな感じです。あとなんかテーブルの上で大事なのはこれとかかな。まあ、これは、まあこれはね、ただのこだわり品なんだけど、コーヒーセットです、これは。もう僕ら2人ともお酒よりコーヒーがね、2人とも好きなんで、これは外せないっていうことで、このバンライフに行くときに初めてこう豆から引くタイプ。これはタイムモアっていうところの C2 かなっていう。待って。さ、食べのためにそんなに買わないって言いながらこれも買ってんじゃん。これもイヤくんがさ、こだわって買ったよね。編集でどうにかしようぜ。で、これはめちゃ推しのコーヒー専用のボトル。これ全然冷えんね。これ全然冷え。入れて1時間後も熱くて飲めないぐらい全然冷えない。これをコーヒーいつも飲んでます。北海道帯広のグリーン紹介というね、お店に。アンティークショップだったね。でそこでなんかまあ掘り出し物があればなと思って。私はあれを買いに行ったんよ。ニポポ。ニポポ。ちょっと説明できないけど。ニポポは出さなくていいの。ニポポちょっと今ないからさ。で、これコーヒーなんか注ぐ時のケトルがなかったんで、これ出会ったんで、ね、こういう出会いが旅だから、これ買いました。大きさがちょうどよかったもんね。はい。だしさ、やっぱ各地でさ、コーヒー買えるからさ、その土地土地のコーヒーを楽しめるっていうのが楽しみ、私たちのね。あとその辺だけかな。そうね。
これ社内紹介の時も一回見せてはいるんだけど、まあ、これコールマンの鍋セット。これちょっとちびパン。あ、これもゆやくんがなんかの誕生日の時に、なんかの誕生日やな、私のいつかの誕生日の時にプレゼントしてくれたちびパン。結構私たちプレゼント系キャンプ道具多いよね。多いね。で、話は戻りまして、スタッキングがこういう風にできて、取っ手が取り外せるんで、っていうタイプのやつで。ね、これはかなり重宝してて、スタッキングできるのが良くてね。そうだから僕らはこれと、あとはこのよく見るクッカーセット、これでよく調理をしてるかな、これを組み合わせて。だからこれから冬が来てね、鍋系ができるから早く使いたいんだよね。なんか秋冬のバンライフが楽しみ。そうなのよ。これマルチグリドルで、まあ有名だと思うけど、これはね、しかもあれなんだよ。マウンテンジャムっていう長崎にあるアウトドア屋さんでね、買って、これと一緒に、そう、この、トングこれ焦げつかないからめっちゃいいです。意外と旅のために買ってたね。買っとんな、こりゃ。これはいかんばい。ちょっと、唖然としちゃってるもん、ちょっと。っていう感じで、まあ僕らはもともと持ってたやつとか、まあ今回見せた、買ったやつとか、まあこれぐらいをでも、持ってこれてる。ね。という感じで、これが僕らの、キャンプ道具紹介でした。もしなんかこの商品いいよっていうのがおすすめあったら教えてもらえたら嬉しいです。そうだね。買えるかはわかんないですけど。手頃なものでお願いします。なんかこれはバンライフやるならキャンプおすすめとかあればね、知りたい。教えてください、ぜひ。そこまでおしゃれじゃないし、実用性重視。統一感とかはないんですけど、まあバンライフのキャンプギアこんぐらいは持ってこれるよっていうことでした。はい。はい。じゃあここからはちょっと2人でキャンプをね、夕方なんで楽しみたいと思いますので、動画はここで終わらせていただきます。はい。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Adios to the USA.